こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は手帳や日記と一緒に使うと便利な文房具を紹介します。私は日々の出来事はこの日記帳に書き留めていて、気が乗らない時は1ヶ月くらい空いちゃったこともありましたが、なんとか続いてます。あとは仕事でも何冊か使っているんですが、このノートをメインによく使っています。今日はこの2冊日記とか仕事でも一緒に使うと便利な文房具たちを紹介します。最初に紹介するのはこちらの詰め掛けという商品です。こちらは上の部分がボタンになっていて、こんな感じで押して使うものになっています。で、押すとどうなるかというと、ここに2つ差し込み口があるんですけど、例えばこの紙で実演しますね。こっちの左側の端っこの隅にこんな感じで紙をセットして押すとこんな感じの穴が開きます。で、逆側の方は紙の辺の部分を入れまして押すと半円状に穴が開くっていう商品ですね。で、開けた後のゴミは裏側に溜まります。捨てるときは結構簡単で、ここパコって開けるだけで簡単に捨てられます。見た目独裁者スイッチ、ドラえもんのね、独裁者スイッチみたいな形してるんですけど、これは押した状態で回すとロックがかかって、持ち運び時はね、このボタンが収納できたりもします。どういう状況で使うかと言いますと、例えばこういうメモ帳があったとして、使ってないページどこだっけなみたいな、ペラペラ探したりするじゃないですか。そういう時に使ったページをこれでかけさせておくと、ここに指添えてパッと使ってないページをね、開くことができます。で、もう一つの方の半円に開くタイプは、ページのね、右端とか左端とかどこでもいいんですけど、開けると次のページが見えるので、そこにこんな感じでインデックスを作って使うことができます。私は実際にどうやって使ってるかというと、仕事用のノートに使っています。仕事用のノートは、この見開き1ページに一つのプロジェクトを書いて、ノウハウを貯めたりだとか進捗を確認したりとかしているんですけども、これの終わったプロジェクトのページは、この右下の方に詰め掛けパンチで詰め掛けさせています。そうするとね、終わってないプロジェクトまでさっさとページをめくって確認することができます。見出しもですし、ブックマークにもなると思うんですけど、そういうのって何かを書い足さないと、ノートにつけていかないとできない機能だと思ってたんですけど、この詰め掛けパンチは、今あるこのノートをかけさせることで、その機能を実現するっていう、これはなかなか発想の転換として面白い商品だなと思って、実際にね、使いやすくて愛用してます。ちなみに日記帳の方はもともとそういう機能がノートについていて、こんな感じで右下が点線になってるんですよ。で、使ったページ、書いたページをピリピリって切り取ると、使ってないページまでね、一気にアクセスできるようになっています。こういう機能があるノートはそのまま使えばいいんですけど、こういう機能がないノートもこれで簡単にこういう機能をつけられるので、すごくね、重宝しています。次に紹介するのはこちらの日付印スタンプ回転タイプになっています。こちらの商品は回転式スタンプといって、押し込むときにね、ここの印面が回転するんですよ。そうすることで、これがインクパッドなんですけど、今インクパッドに押した面が上にね、くっついてて、回転と同時に下に降りてきて紙にスタンプできるというような仕組みになっています。で、保管するときもね、あんま乾燥してたらケースとか入れた方がいいのかもしれないんですけど、私はこのままほったらかしておいても、特にインクが乾いちゃったとか、そういうことにはなっていません。で、日付を変える方法なんですが、これをね、押し込んだ状態で、この赤いボタンが両側にあるんですけど、それを押すと、こんな感じで押し込まれた状態でロックされるので、あとはこうやって回すだけ。今日は14日なので14にします。そうすると、もう一回押し込むと元に戻るので、これで今14日のやつが上の方に来てるので、後ほど押すことができます。
もともとそんなに手帳に神秘性というか綺麗さを求めてこなかった。便利だったらそれでいいやっていう風なタイプだったので、日付印とか使ってこなかったんですけど、日記をね、万年筆の練習がてらつけるようになって、今までとかだと、こんな感じで手書きで日を書き出していたんですけど、なんか日付がちゃんと書けないと、テンションが下がったりとか、日記を書く前になんか、めんどくさいなーっていう気持ちになっちゃうことが多くて、ここがスタンプだったら必ずね、綺麗に押せるし、ちょっと楽しいから日記帳開こうかなみたいな気分になるかな、どうだろうなって思ってた時に、京都の文房具屋さんで、たまたまね、これが目に入ったので買ってしまいました。これはね、結構私の中では、なんで買わなかったんだろうって最近ね、思った商品の中の一つで、こんな感じで押すと綺麗にね、日付が押せるんですよ。なんかちょっとクラシックな感じがしてテンションがね、上がります。はい。日記に使っているのもそうなんですけど、一日ね、一回日付を回すだけでその日の分の日付はどこでも打てるので、仕事用の手帳も書き込むときにこんな感じでノートの端っこにその日の日付をポンって打って、でその下に今日やったこととか、進捗があったこととか、確認したかったことっていうのを仕事の内容をメモったりしてます。今まではね、こんな感じですね。手書きでささささっと書いていて、これはこれでね、早くて良かったんですけど、ちょっとテンション上げようかなっていうので。というわけで、日付印の紹介でした。次に紹介するのはこちらのハサルラという定規です。名前の通り、ここをね、手帳とか胸ポケットに挟んで持ち運ぶことができます。これも便利なんですが、おすすめしたいのはこちらのカットって書いてある方の機能で、この書いてある方は、ここがね、斜めに断面がなってるんですよ。これのおかげで紙が綺麗にカットできます。こっち側の定規のメモリがついてる方で線を引いたりとか紙を切るとかってやっちゃうと、こうやって引いた時のインクが紙に移っちゃって紙がね汚れてしまったりとかすると思うんですけど、これは線を引く方とカットする方が分かれてて、かつね紙が切りやすいような仕様になってるのですごく便利です。利用事例としては、仕事用のね手帳とかにこんな感じで紙を貼り付けたりとか、こんな感じで他のメモをね貼り付ける時があるんですけど、でそれより一回りちっちゃくしたいとなると定規で切るのがすごく手軽でいいなと思って使ってます。実際に例えばこういうメモ帳で貼る時はちょっとここがね邪魔なので切りたいなと思ったら、こんな感じで綺麗にカットすることができました。綺麗にカットできるし、紙も汚れないよっていうところはね、結構一押しポイントなんですけど、もう一個ね、定規としてもすごくて、このメモリなんですけど、レーザー印刷っていうのがされてるそうで、メモリが消えないんですよ。にわかにはね、信じられなくて、手でね、こすってみたりするんですけど、全然ね、剥がれる気配もなければ消えそうな気配もなくて、すごい技術だなと思ってます。で、本体もね、すごい見た目に反してすごく軽いので持ち運びにもおすすめです。次に紹介するのはこちらのカルカットっていうね、マステカッターです。こちらはですね、こんな感じで刃がついていて、どうやって使うかというと、マスキングテープにこうやってセットするだけ。これでこんな感じで綺麗にね、カットができます。ほんと名前の通りね、ほんと軽くカットできるんですよ。刃がね、いいんじゃないかなと思います。似た形の商品で100均で出されてる商品と過去ね、比べてみたことがあるんですけど、これですね。100均の商品とかだと刃がプラスチックなんですよ。やっぱね、切れ味が悪くて、マスキングテープってなんかちょっと繊維質っぽい感じがするので、テープがね、間延びしちゃって、思ってた感じに切れなかったんですけど、こちらはね、ちゃんとした刃が使われているので、すごい簡単に軽い力で綺麗に切ることができます。
当店でもいくつかねマスキングテープカッターみたいなのを過去紹介したりとか今も取り扱っているんですけど、これってやっぱ持ち運びには適してないので、職場でねめっちゃ使うよって方はデスク置いといてもいいんですけど、たまに使うぐらいノートに紙貼りたい時に留めたいとか、メモをどっかのデスクに貼っておきたいとか、それぐらいの利用だったらこれがすごくねかさばらないし、いろんなマスキングテープに簡単に付け替えて使うことができるのでいいんじゃないかなと思います。でこのカルカットプラスサイズがいくつかありまして、これは一番小さいサイズだったかなと思います。もっとねこの幅があるようなこういうマスキングテープだとこれもう全然届かなくて使えないので、そういう場合はロングタイプを使うのがいいかなと思います。さすがコクヨだなと思ったのは、ここが稼働するんですよ。これのおかげでこうどんなねマスキングテープの厚みだったりこれの対応の範囲内の細さでもここがすごい安定するようになっています。ちょっとほんと引き合いに出して悪いんですけど、100均の方とかだとなんかね、わかりますか？テープがね動いちゃって他のところに力を入れないと、上手に切れなかったりとかねするので、100均に比べたら高いんですけど、ちゃんとギミックがある方が道具としてはもちろん使いやすいと思います。はい。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。こちら2つ合わせて紹介していきます。1つはスティックタイプの、カッターですね。緑から出ているものです。でもう1つは中林というところが出している折りたたみのカッターマットです。カッターから使い方で言うと、この丸ポッチがロックになっているので、これを押しながら刃を出すことができます。で離すとこのメモリごとにね刃を動かせるんですけど、それのおかげでロックがかかってるので切る時にねこう圧を加えても刃が動くことはありません。ペンのようにねフックがついているので胸ポケットに入れたりもできるし、ここにカッターの刃を折るための溝もついています。でもう一つは、モバイルカッターマットなんですけど、広げると31センチ、A4 用紙の長辺がだいたい 29.7 センチなので、ちょっとクリアファイルしかないんですけど、これに入る紙がってことですね。これが余裕で長い方がカッターマットに乗りますよというサイズ感になっています。でカッターマットは折りたたんだままでももちろん利用できるし、あとはこの見えますかね、十字の模様が入ってるんですけど、これのおかげで垂直がね取りやすいんですよ。こう角にね当てて紙をねまっすぐ配置してからカットすることができます。ちなみに折れ目の部分はですね綺麗にこんな感じで平らになっています。カッターの刃が引っかかるような段差にもならないのですごい優秀かなと思います。この商品は、さっきのこのハサルラと同様にメモ帳をねノートとかに貼れるサイズに切るのに使うのももちろんなんですけど、これだと直線でしか切れなかったんですけど、こっちだとただのカッターなので、曲線もね合わせてカットができます。ペンタイプなので握りなじみもあると思うので、細かいところのね角をこうカーブを切るのは結構ね簡単というか細かい作業がしやすいなと思います。これ2つねおすすめの理由なんですけど、まずこれほぼペンと一緒というか長さも太さもペンとね変わり映えしないので、ペンケースの中に入れて持ち運べるし、ペン立ての中にね入れておくこともできます。でカッターマットもそうですね、折りたためるのでこれもペンケースの中に入るし、あとは文房具収納している引き出しの中とかそういうところにも一緒に入れることができます。そういう便利なところに収納ができるので、使いたい時にねさっと取り出すことができます。この中林っていうメーカーからはもっとねいろんなサイズのカッターマットが出てるんですけど、 A2 サイズの半分とかね、うちではねこのモバイルしか取り扱いがないので、もっと大きいやつで折りたたみが欲しいよっていう方はぜひ公式サイトなどをチェックしてみてください。はい、今日はね便利なアイテムを紹介しました。このスタンプとカルカットプラス以外の4つは当店でもね取り扱いがあるので、ぜひね気になった方は概要欄のリンクから当店のオンラインショップチェックしてみてください。これとかあとカルカットプラス、これは結構ねメジャーな商品だとは思うので、比較的ね大きな
文房具屋さんとかだったら手に入るんじゃないかなと思います。今日からね、動画の最後にちょっと軽くこっちで買った文房具をちょろっと紹介するコーナーを作ってみたので、エンディングの後よかったらご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。本編の音質なんですが、9月以降にはちょっとレベルアップできるかなと思いますので、ちょっとご迷惑をおかけしますが、このまま聞いていただければと思います。またね。こちらオランダのヘマという雑貨店で買ったミッフィーのね、6連スタンプです。日本でね、手に入らないものなので、動画にして紹介するのもなと思ってたので、動画の最後に軽く紹介です。せっかくなので柄を見せようかなと思います。なんか日本でもポチッと6っていうこういうね、もうそっくりの商品があるんですけど、ここがいろんなキャラクターとコラボグッズ出してたので、もしかしたら日本でも似たようなミッフィーちゃんのね、柄のやつが手に入るかもしれません。では、じゃーん。薄くて申し訳ないんですけど、こんな感じで可愛く押せました。